行楽シーズンお弁当を持ってお花見なんぞいかがでしょうか。ところどころカリカリ唐揚げ。本当にところどころがカリカリになる唐揚げですね。やっぱ行楽シーズンなんかこう前日からつけてっていうよりもなんかささっと作ってこういう衣感になるんですよね。ちょっと花開いたような。ザクザクうまい。ちょっとね場所によってはふかっとした部分とサクッとした部分と両方なんですよ。この口の中のね唐揚げの油分と鶏の肉汁、このビールでさっと流し込む感じがやっぱりね至福の時でございますね。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは行楽シーズンでございますんでね、行楽シーズンお弁当を持ってお花見なんぞいかがでしょうか。その時にぴったりなメニュー、ところどころカリカリ唐揚げ。不思議な名前ですけど本当にところどころがカリカリになる唐揚げですね。そういうちょっとテクスチャーも楽しめるような、唐揚げのご提案をさせていただきたいと思います。じゃあ材料紹介ですね。鶏もも肉、卵、にんにく、生姜、醤油、酒、砂糖、白胡椒、薄力粉と片栗粉両方使います。あと揚げ油ですね。家にあるような食材でできますけれども、やっぱり唐揚げってしばらく漬け込まなきゃいけないイメージがあるんですけど、やっぱ行楽シーズンなんかこう長く前日から漬けてっていうよりもなんかお花見行くみたいなね、じゃあ唐揚げ作るわみたいな時にいいのかなっていう。ささっと作る。しかも衣もしっかり重めなんでそこにお醤油の味が入るんですよ。だから鶏もも肉はうまみ、周りの衣で味みたいな、そんな立て付けの唐揚げですね。はい、じゃあ鶏もも肉切っていきます。4、5センチ大ですね。ちょっと大ぶりすぎてもね、お弁当箱とかに入れていくとなるとあんまり入んないじゃないですか。ちゃんと鶏もものジューシーさを味わえるサイズ&詰めやすいサイズとか想像しながら作るといいと思いますね。はい、全部入りました。そしたらここににんにく、生姜をすりおろし、この辺は定番的ですね。でにんにく、全部入れて、ここにさらに卵入れて衣ちょっと重くします。でお砂糖、ちょっと甘さでコク出し、お酒、ちなみに栗原家の定番の唐揚げは僕が子供の頃からもうほんと醤油と酒とにんにく、生姜だけですね。醤油、白胡椒、一回練ります。ちゃんと卵を潰して卵液が鶏に絡む感じですね。こういう感じ。ここに薄力粉、で練っていくと当然ですけど薄力が卵液とかと混ざり合ってこういう感じになりますよね。ちょっと重め、周りベタっとまとう感じ。ただ別で片栗粉用意してすぐ揚げていきますから。で皮もねこの時にちょっとしっかり伸ばしてあげるといいね。こういう感じ、皮伸びた。片栗粉つける、しっかりまぶして軽くキュッと握るといいかな。こんな感じ。そしたら入れていきます。揚げ時間は180度でだいたい4分ぐらいでいいと思います。お肉をたくさん同時に入れると、油の温度下がるのでその場合は火加減をちょっと強めにして、上がり方を見ながらまた火を弱めたり強めたりちょっと調節しながら揚げてみてください。春の行楽シーズンは栗原家も栗原さんが唐揚げ作って持ってたりしたんですか。うちはですね花見に行くってことはなかったんですよね。っていうのは昔横浜に住んでた頃にしだれ桜の木が庭に咲いてまして、それがだから結構満開になると綺麗だったのでその下でだからなんかご飯食べたり、この間ねその昔の家見に行ったんですよ。ちょっと用事があってその町に行く用事がね、しだれ桜まだありましたね。
あとはじっくり揚げるだけですね。こういう衣感になるんですよね。ちょっと花開いたようなあみあみした感じ。なんでそんな網網になるんですか？やっぱ卵の影響でしょうね。重いところと軽いところが出るので、これとか分かりやすいかな。こういう衣のつき方ね、分かりやすいですね。で皮面もちょっと広げてあげると、皮目のこういうねピラピラができるじゃないですか。これが美味しいですよね。だんだん揚げ物慣れてくると、唐揚げもそうなんですけど、最初の質量よりも軽くなるんですよ。中の水分抜けて、それなんかね感覚的に分かってくるようになるんですよね。ちょっと軽いなっていう感じなんですよ。ちょっと湯みたいにゴツゴツしてるんですね。はい、これで全量です。では盛り付けていきます。もう音がね、このわかります？器に当たる音がちょっと硬そうな音。ちょっとね場所によってはふかっとした部分とサクッとした部分と両方なんですよ。はい、もりもり唐揚げ完成です。じゃあ揚げたてをいただきたいと思います。このね皮がこうよれてるここが好きです、私。いただきます。ザクザク。ジューシー、うまい。そして非常に柔らかいですね。聞こえますよ。これがところどころなわけですよ。ところどころカリカリ唐揚げって名前だっけ？名前変えます。ところどころザクザク唐揚げにしようかな。この口の中のねたまった唐揚げの油分と鶏の肉汁、このビールでさっと流し込む感じがやっぱりね至福の時でございますね。この至福の時をですね、ぜひこの行楽シーズン、ちょっと花より団子になるかもしれませんが、お楽しみいただければ嬉しく思います。ごちそうさまでした。